はい、こんにちは。お元気ですか？今日はね、このファーバーカステルを使ってね、描きますよ。はい、何を描いてるかね、想像してくださいね。まず赤です。ね、ですからもう少しほら、こう暗めの赤ですね。重ねて塗ってます。ファーバーカステルはね、ドイツ製の、水彩色鉛筆ですね。以前この画材を使ってインクを描いたんですけどね。はい、黄色ですよ。とても皆さん楽しんでくれたので、今回はあなたにね、こう違うものを描いてお届けしようと思ってます。さあ、何を描いてるか。今回もね、なぞなぞです。ね、想像して当ててみてくださいね。黄色を塗ってましたね。はい。今度は少しこう、黄花っぽい色ですね。この水彩色鉛筆ね、ファーバーカステルのいいところは、こう細いところもまた面でも塗れるところですね。はい、グリーンですよ。ね、こうやって、だから最初のうちはこの色鉛筆としての特徴を生かして、こう線や面だったりして、こう色を重ねていきますね。さあ、どんどん塗っていきましょう。もうこの辺りで分かってきた？ねえ。はい。今度は明るいブルーですね。これがここで分かってくれると、きっとあなたはね、とっても勘のいい、ね、優れた人かなと思います。さあ、こんなところにもブルーが入るんですよ。そうしたら、筆にね、水をつけて、このね、色を少しずつ溶かしていきましょうね。今度は水彩画を描く要領ですね。さあ、こんな感じです。筆の扱いはとっても優しくです。あんまり強くやるとね、せっかく塗った色鉛筆の色が取れてしまいますので、優しく溶かしていきましょうね。では一回、ここで乾かしてからもう一度、さっきと同じ色の組み合わせで、またこう、色鉛筆の芯を立てるようにしてね、色を重ねて、しかも少し細かい形もデッサン的に具体的に描いていきますよ。さあ、見えてきた？どうだろうね？うん、あれだよね。はいはい。さあもう、ここでね、勘のいいあなたには分かってしまったかな。もう柴崎もこれ大好きですね。はい。もうデザートにもいただいたりね。それから細かく刻んでサラダに加えたり。あるいはこうね、焼いて食べてもいいんですよね。はい。またこうやってお水をつけて色を伸ばしています。このファーバーカステルはとっても発色がいいんですよね。だから今日のね、このモチーフにはぴったりのね、画材かと思いますよ。紫色で日陰の面をちょっと塗ってます。ほら、見えてきたでしょ？うんうん。そうだね。はいはい。それです。ね、ここのところ、ね、この、お尻に当たるところかな。ここなんかこう、じっくり描くといいですね。そうすると非常にこう、このね、ものの表情が出てきますよ。さあ、こっちは少し日陰の面です。そう。この果物はね、こう、赤いところもあれば、こう、黄色かったり、ね、緑だったりするところもあるんですよね。柴崎も知らなかったんですけど、ね、聞いたところによると、お日様の光があまり当たらないところは、もう完熟しても、やっぱり緑なんですってね。うん。お日様の力って偉大ですね。さあ、そう言いながらもね、
この色鉛筆の芯の先を立てるようにして、ね、こう書き進めてます。そしてまたこうやって溶かして、ね、こう水彩画と、鉛筆画の良さがね、2つ味わえるっていうね、素晴らしい画材ですね。さあ、そーっとこうね、優しく色を伸ばして、また鉛筆の先を立てて、こうやって形を書き込んでいきます。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただけますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。だんだん立体的に見えてきたかな。ね、もうとにかく美味しそうにね、しかもこう丸くね、そんな感じに描きたいと思ってます。だからここら辺何回もこうね、色鉛筆の色をこう重ねていきます。もうこれは完全に鉛筆画の描き方ですね。タッチを重ねていきます。こんな感じですよ。こうちょっと紫色ですね。こう思わぬこんな色を加えると絵ってずっとこう表情豊かになりますね。さあ、筆の腹を使って優しく色をこう溶かしてますよ。筆もね、こう立てるように使ったり横にするようにして使ったりもしてますよ。ね、柴崎はこの分こだわってるでしょ。そうです、こうやってね、こういう時鉛筆いいね、じっくり描いていけますもんね。で、赤も少しこう入れましょうか。さあ、だんだんね、感じ出てきたかな。こうですね。このくらいね、明るいところと暗いところね、描き分けていきます。こっちの方はこうずっとこう、立体感で言えば後ろの方ですから少し単純化して描きましょうね。これ葉っぱですよね。だからあんまりこう書き込まないんですけども、でも葉っぱ一枚一枚の表情の豊かさは大切にしたいと思います。そして、今日はね、枝からもいてきたばっかりのこの果物ですので、それを床に置いたという感じです。さあ、だいぶこうね、葉っぱの部分こう表情出てきたでしょ。少し溶かしましょう。ね、こう、色鉛筆として描いていた時と、またそれを水彩絵の具として溶かした時ではちょっとこう表情が変わりますよね。それをうまくこう使い分けてあげましょう。ね、これ本当に鉛筆画としてまた水彩画としてね楽しめるっていう本当にこう優れた欲張りの画材ですね。あなたもぜひやってみてね。さあどうかな。ね、これあんまり書き込まないようにします。だけど葉っぱ一枚一枚の表情は豊かにですね。さあ明暗とかね、色の段感こう差をつけたら面白くなってきたでしょ。グッ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 と書いたりしますね。こうやってこう葉っぱがこうめくれた感じとかね、そういう表情大事ですね。こんなとこです。
かな。スッとこうね、タッチも生かしてあげて。こんな葉脈のとこもね、楽しんで描けますね。そしてこう日陰ですので、ずっと絵の具を溶かしてみます。今度は黒ですよ。これで、こう、少しこうね、アウトラインを描き起こしたり、ちょっと細部を描いたりします。またこれで、こう、絵にね、こう、強弱のこうリズムが生まれますね。で、こういう場合、ちょっとこう弱くして、日陰の面をはっきりですね。このくらいかな。さあ、もうちょっと色を、もう大きくできましたので、今度は大胆にね、色を重ねていきます。ね。ずいぶん色がこう深くなったでしょ。そうなんですね。そしてこの赤い実の部分が際立ってくるように、後ろの葉っぱをこう、表現の一部として役立ててってるわけですね。これでこう筆先でね、取ったりしてもいいんですね。水彩画として描けば、そのようなことになります。こうやってなんか伸ばしたりね。また、こう赤いとこね、色を重ねましょう。さあ、どうかな、立体的に見えてきたかな。そうですね。リンゴですね。うん。これもうちょっとグッと強くしようかな。ここはね、手前の方にこう来るようにね、ちょっとこう、鉛筆のね、芯の尖ったところを利用して書き込みます。グッグッグッとね。ここら辺いいね。本当に鉛筆の芯尖らして、こう思う存分書き込みますね。こっちの方はこう、今度は全体溶かすように、調子を合わせるようにして、ね、大きな空間感ですね。そして何よりもこう、葉っぱのリズム、またこのリンゴの赤い実の美味しそうな感じ、そこを大事にしたいなと思ってね、今書いてます。ねえ。さあ、優しくこう筆でなぜてますよ。そして、いよいよ、ね、仕上げです。こうね、お水だけつけた筆で洗ってあげて、ハイライトを作りました。こう、後ろの葉っぱね、ちょっと書き込みすぎたとこ、優しく溶かしてあげて、出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ね、リンゴですね。もう、ね、秋ですので、柴崎の近くのスーパーマーケット行ってもね、もう、いろいろな種類のリンゴが山積みになって、ね、売られています。本当に綺麗ですね。とてもこう、形はシンプルなんだけど、もう色がとっても深くてね、一個一個手に取ってみると、個性もあって、もう見飽きないですね。そのリンゴを今回、さらにね、こう、味わい深くするために、葉っぱをつけて描きましたよ。で、その使った画材が、これでしたね。ね、ドイツ製の、水彩色鉛筆、ファーバーカステルです。ね、とっても発色良くて、いい画材だと思います。ね、だからこのようにね、こう、グリーンとか赤とか、そういう鮮やかな色が欲しいときは、もうぴったりの水彩色鉛筆だと思いますね。はい。ということで、
今回、ね、リンゴね、秋の季節感、あなたがね、感じ取っていただけたら、もう柴崎もとっても嬉しいです。はい。また次回ね、違う画材、違うテーマであなたとお会いしたいと思います。それまでお元気でね。はい。長い時間見てくれて本当にありがとうね。それではまた。